にちは。こんにちは。今回は自分イコール世界だから全部あるです。ついに自分イコール世界ですね。はい。ずっとやってこなかったんですけど、よく考えたら、そんなに難しく考えなくてももっと簡単に説明できるなら、と思ってやってみようかなと。はい。私たちのチャンネルは潜在意識で願望成就ですよね。はい。で、そう思うからそうなるってずっと言ってて、てかそれしか言ってないですよね。はい。そう思うからそうなる。思ったらなるだけだよってことですよね。はい。で、恋愛なら彼とラブラブと思うから彼とラブラブになる。非常にシンプルな世界ですよね。そうですね。で、願望実現を考えた時に自分イコール世界ってどう関わってくるんですかね。一つは、ずっと言ってることになるんですけど、自分イコール世界っていうのは、そう思うのは誰ですかっていう話ですよね。はい。そう思うからそうなる。そう思うのは自分です。自分が思う。はい。そう考えたら、自分が思ったことが現実になるっていうことになるので、自分が思うことが全てと。で、そういう意味で自分イコール世界、自分が世界を作っているっていう意味合いで捉えることができますよね。そうですね。はい。で、もう一つめぐるが言いたいのはこういうことなんですね。まずは図をご覧ください。じゃん。上の方に目がありますね。はいはい。その目がめぐるやイルルを見ている感じになってますね。はいはい。よくうまくいっている意識っていう言い方をしますよね。はい。で、意識っていうのを、この図では目で表現してみました。はい。これ便宜上めぐるの意識としますね。はい。で、この半円になっているところが、地球っていうか、この世界みたいな意味としますね。はい。そうなると上にある目、意識ですよね。これが世界を眺めてるみたいな感じなんですけど、わかりますかね。はい、すごくわかると思います。はい、この丸とか×ってなっているのは何でしょう。はいはい。で、もしこれが半円の中だけで、現実世界の中だけで完結しているとするならば、めくるの脳内でこれはいい、これは悪い、さまざまな出来事を丸とか×とかで、いろいろと思ってるだけって感じになるんですね。はい。これもわかりますかね。はい。簡単に言えば、目の前の人と接して楽しいと思えば丸、何この人って思えば×みたいな感じだよね。そうそう、そんな感じです。で、めぐるイコール自分と思っている人がほとんどだと思うんですね。で、全然それでいいんですけど、今回自分イコール世界の説明なので、進めますと、本当の自分みたいな言い方をされることがあるんですけど、本当の自分っていうのはめぐるを含めた現実世界を眺めている意識、上にある目のイラストのようなものだと思うんです。はい。ある視点って書いてありますかね。そうなると、ある視点、意識が現実の引きこもごも起こる出来事を見ているという感じになって、で、その意識イコール本当の自分って考えると、図にある通り自分イコール世界になってるみたいな感じなんですよね。めぐるイコール自分じゃなくて、自分イコールこの図にある目、で自分イコール世界っていうことだよね。で、このある視点っていうところに立つと、めぐる含めた全世界みたいになるので、自分イコール世界かなと、いろんな考え方はもちろんあると思うんですけど、私はそう解釈しているという感じですね。なるほど。はい。でもこれ私は自分イコールイルルって捉えてますけど、そういう人がこの図を見てもそんなに複雑には見えないので、感覚はすごくわかりますけど。そうですか、よかったです。で、自分イコール世界が何なんだよって話なんですけど、自分意識と捉え、この図のような感じだとすると、イコール世界っていうのはわかるんじゃないかなと。で、要するに全部ある
っていうことになるんですよね。全部包含してるというかね、そう捉えています。なるほど。はい。確かに巡るイコール自分って捉えると、はい、イルルイコール友達、今日の出来事は良かった悪かった、こういろいろね分離されていくけど、はい、自分イコール意識になると、それらが全部含まれてるから全体になって、全部があるにつながるような気がしてくるね。とめぐるが思ってるんですけどね。これが絶対というつもりもないんですけど、自分イコール意識イコール世界っていう捉え方をしていると、本当に全部あるなっていう感じがするんですね。ってことは図の中にあるめぐるイコール自分がない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 としているバツ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 についても、そのないと思ってることをチョイスしてるだけっていうかね。でもちょっとやっぱり難しいんですよね、説明が。これが限界というか、でもこういう感覚で捉えることで、全部あるっていうのを意識しやすい人もいるかもしれないなと思って、そういう場合は取り入れてもいいんじゃないかなと思いました。はい、そうですね。はい、この自分イコール世界がわからないからって別に叶わないわけじゃないしね。もちろんです。そこはすごい大事なことで、潜在意識だの知るほどこれも理解しなきゃとかなっちゃう人がたくさんいるんですけど、今回のはこの考え方で分かりやすい人がいればいいなと思ってアップしただけなので、これを理解しなきゃダメだぞとか、そういうことではないのでね。で願望実現が朝飯前って言ってるのは思ったらただそうなるだけだから、彼とラブラブって思うだけで朝飯前に実現ってただそれだけの話なんですよね。はい、そうですね。はい。どんな話をしても自分が思う、もう最後はそれしかないし、もしこんがらがる人がいたら自分が思ったことがそうなる、もうその話以外は不要って思えばいいですよね。はい、そうです。自分イコール世界で全部ある視点みたいになると、じゃあこれみたいな感じでただ体験したいことを選ぶ感覚になれる人はいるかもしれないですよね。でもそのぐらいですかね。はい、もう私たちもねポメレンを3年近くやってきたことになるので、いろんな角度からお伝えしつつ、結局はもう皆さんにさっさと実現してほしいっていう、もう本当それだけですからね。それオンリーです。はい、というわけで今回はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。